Thank you very much for inviting me to speak to you today. I'm Kazufumi Yamana, PhD in Economics and Statistics, work at DTC Project One Emerging Tech Team as specialist. Being engaged in the consultation in the field of emerging tech, I'm also responsible for research and development. Today, I'll talk about probabilistic machine learning, or PML. Since there are many audience from Japan, I will speak in Japanese from here on. はい。ということで、ここから、日本語で、喋らせていただきます。改めまして、デロイトの山名と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日ご紹介させていただきますのは、確率的機械学習と呼ばれる技術となっております。通常の機械学習も、いわゆる統計学であるとか、確率論というのを、当然のように使う技術ですので、なぜ改めて、このプロバビリスティックというふうに強調しているのかっていうのがですね、非常に不思議に思う方もいらっしゃるかと思います。そこでですね、まずは、なぜ、改めてこのプロバビリスティックというのを強調した技術というのが、登場してきたのかという背景からですね、少し説明をさせていただこうかなと思います。で、通常の機械学習っていうのは何をやっているのかっていうと、データがここに存在していて、このデータに対してですね、うまくこれにフィットするような関数を見つけてくるような、これをですね、学習というふうに呼んでるわけですね。で、一方で、この PML とですね、呼ばれる技術っていうのは、このデータそのものにですね、フィットするような何かを見つけてくるということはやらないです。代わりに、確率モデリングということを通じて、このデータの背後にある、現象であるとか構造というものを、まず理解しようとして、で、それを何か数理的なモデル化するということをやりますと。で、その上で、このモデルをチューニングしていくことによって、このデータをうまく説明できるようにしようと。これは具体的にはパラメータチューニングでやるわけですが、このことを学習というふうに呼んでいるわけですね。なので、データそのものに対してタックルしていくのか、データの背後にある構造にタックルしていくのかっていうところが大きく違うと。で、そこの背後にある構造に対して、確率的なモデルを使うので、ここでは probabilistic machine learning というふうに呼んでいるということです。で、このような理解のステップが一つ入るので、この近年注目されているですね、人工知能の解釈性であるとか、あとは不確実性といったトピックと非常に相性のいい技術群ということで、ここですね、数年非常に注目されている分野です。また、最近ですね、若干耳にタコになってますが、毎日のように話題になっている、Generative AI ですね、通称生成系 AI と呼ばれるものがあります。実はこの生成系モデルの中にある拡散モデルというのは、PML でできています。ですので、この生成系 AI にですね、関心がある方もですね、ぜひ、注目いただきたい、技術群というふうになっております。では、具体的にですね、中身を見ていきたいと思います。はい。ということで、改めてですね、既存の機械学習と、この PML の違いということを中心にしてお話をしていこうかなと思います。この既存の機械学習はさっき説明したように、データに対してそれにフィットするような何かを見つかることだというふうに呼んでいたわけですよね。で、これをもうちょっとフォーマライズしてあげると、X と Y っていうデータのペアがありますと。で、これに対して、この Y をうまく説明できるような X の関数 F を見つけてこようと。これが、基本的な、機械学習のタスクになります。で、このF っていうのは、何らかの線形関数であるとか、非線形関数と。で、最近だと、深層学習がすごく流行っているので、ディープニューラルネットワークみたいなですね、めちゃくちゃ複雑な、関数をこの F として持ってくるというようなことも、当然あります。ただ、この F っていうのが、どれだけリッチな関数であろうが、逆にすごくシンプルな関数であろうが、やってることっていうのは、このデータに対してうまくフィットするような F を探してくる。これをやってるだけなんですよね。なので、このジュディア・パールっていうですね、かなり有名な AI リサーチャーがですね、この既存の機械学習っていうのは、glorified curve fitting だというふうに、ちょっとディスってるんですよね。で、要するに、これって見せかけのカーブフィッティングだよねと。で、別に何のラーニング要素もないじゃんというふうに、呼んでるわけです。
で、実際ですね、これはカーブフィッティング自体が、性能の一つになっているので、そこはちょっと仕方ない部分もあるわけですよ。で、初期は、それでも良かったわけです。やっぱり予測が当たってれば、AI ってすごいね、マシンラーニングってすごいんだ、パワフルなんだ、というふうに、みんなが、熱狂してきたんですけど、やっぱり人間どんどん慣れてくるので、次第にですね、なんで予測が当たるのかとかですね、あとは、予測外れることも当然あるので、予測って本当に信用できるのとか、いざという時にですね、土壇場で裏切られないかみたいなですね、疑心暗鬼に陥ったりもしてくるわけですよ。で、なんで人間がこういう思考になっていくのかっていうと、それは、根拠を AI が教えてくれないからなんですよね。なんでそういう予測出すんですかっていう根拠が全然わからない。当たり前で AI はデータに対してフィットしてる関数を探してるだけなんで、そんな根拠なんかそもそも持ってないわけですよね。当てはめるだけなので。なんで、言っても仕方がないんですけど、やっぱり人間はですね、納得しようと思ったら、これじゃ困るわけで、解釈性であるとか、論理的な説明を AI に求めたいということです。で、この間にはすごいギャップがあるわけですよね。で、そこでこのギャップ、ミッシングピースを埋めるためにどうすればいいかっていうと、機械にまず構造を理解してもらうと。こういうプロセスが必要になってくるわけです。そこで、このギャップに対応するところが PML でやられている確率モデリングと呼ばれるものです。これは構造をまず機械に理解してもらうことによって、ある種の理解を機械にやってもらうわけですね。そうしてあげると、これに基づいて予測を出してくれるので、その判断根拠というのが明確になってくるということです。逆に言うと、この構造の理解っていうのがちゃんとないと、究極的にはですね、予測が当たった外れたの、ギャンブリングになってしまうので、これだけだとどうしてもこうテクニカルにですね、進歩できないと、いうことになってくるわけです。これが非常に重要なですね、PML の要素です。このミッシングパーツをうまく埋めていくと。で、このミッシングパーツを埋めることによって、この解釈可能性というのをしっかりと持たせていくと。そして人間の納得につながると。このような技術群というのが、この PML と呼ばれるものです。ですかね。ですね、この確率モデリングで機械に構造を理解してもらうというプロセスをやることによって、大きくメリットが2つあります。何かっていうと、1つは、もうすでに構造をちゃんと機械に教えてあげているので、何か予期せぬ事態が起きたときに、機械が慌てなくて済むんですよね。機械が慌てるって何だろうと思うんですけど、簡単に言うとですね、予期しないですね、データですね、これまでフィットしているデータに対して、全く違う外れ値がぴょんぴょんと出てくると、それによって予測がバタバタって動いてしまうんですよね、既存の機械学習とかだと。こうやって要は機械が慌てているような状態で、なんか今までのフィットが全然当たらないな、みたいな形になってるわけです。で、これは構造を分かってないからで、もう構造ある程度分かってれば、それって外れ値だから、ある程度無視して考えていいよねとか。もちろんそれに対してちょっとは学習するんですけど、あんまりそこに過敏に反応したりはしないというようなことがあります。で、もう一つは、データが少なくてもちゃんと動いてくれるというものがあります。既存の機械学習の場合っていうのは、そもそもデータの構造に対して何の理解もないので、とにかくデータをまずたくさん持ってこないと、どういうものをフィットしていいかわからないわけですよね。なので、データが少ないうちっていうのは、このデータで予測してくれというふうに機械君に頼むと、データが少なすぎて何も言えませんと言って断られちゃうんですよね。で、なんか出してくれと思うんですけど、全然うんともすんとも答えてくれないと。これでは困るので、一方で構造さえ分かっていれば、データが少ないので、あんまり確信度は高くないんだけど、多分こういうことですよとか、こういう予測だと思いますと。で、データをもっと食べさせてくれたら、もうちょっと精度を上げられますよという形で答えてくれるわけです。これが大きな違いで、データが少なくてもちゃんと動いてくれると。そして、外れ値に対して驚かないと。これが非常に重要なポイントです。これがここで書いてるですね、ロバースタンダーエフィシェントシステムというふうに書いているものです。特にですね、ロボティクスの分野とかですね、やっぱり自動運転とかで走っていると、予期せぬ事態というのがたくさん起こってくるわけですよね。なので、それに対して、そういう予期せぬ事態に対しても、ある程度一定のですね、確率でもすでにそれを読んでいると、構造として理解しているというのが、とても大事になってくるということです。で、じゃあ改めてですね、なんでこれ、プロバビリスティックで強調しているのかと。それは、さっき言ったようにですね、この確率的なモデリングを使っているからということだということに理解しているんですが、それに加えてですね、この予測の際に不確実性っていうのをしっかりと考慮しているからというのが、
この PML のですね、最大の、主張ということになります。何を言ってるかっていうと、既存の機械学習っていうのはですね、いろんな可能性が当然あるわけです。将来の選択肢っていうのは。ただ、その中で最も可能性が高いもの一つを選んできてですね、これに対して予測をオールベットします。これが既存の機械学習です。いろんな選択肢がある中で、これが一番高いので、もうこれが予測ですというふうにドーンとオールベットしてくるわけですね。で、問題なのはですね、これすごくピーキーなことをやってるわけです。なので、それが10-0でそれを選んでるのか、8-2でそれを選んでるのか、はたまた6-4でそれを選んでるのか。全然、人間からすると違うわけですよね。6-4でそれを選んでるのか、10-0で選んでるのかだと、もう信頼性が全く違うわけですが、それは教えてくれないんですよね。ただ、これが予測ですと。ただ言ってくるわけです。で、これだとちょっと困るわけですよね。予測が信頼できないと。じゃあ、PML はどうしてるかっていうと、今言ったように予測の不確実性というのをちゃんと教えてくれます。定量化してくれるので、それが10-0で選ばれているのか、6-4で選ばれているのか、もう、はたまたもう、それはもう3割ぐらいで、ただ他の選択肢が全部1割ぐらいで並んでいるので、たまたまその3割の選択肢が一番可能性が高いとして選ばれましたよと。こんな形で、ちゃんと判断根拠の定量化ですね。どのぐらいその確信度が高いか低いかというのを教えてくれると。これが大きな違いになっています。で、これをやっておくとすごくいいのは何かっていうと、結局予測が必ず外れるので、予測が外れたときにどう軌道修正していくかっていうところが全く違うわけですね。外れることを考えずにですね、通常の機械学習の場合、オールベットしているので、そこがですね、想定とかなり大きく外れたときには、大きく予測を変えなきゃいけない。で、それによってさっき言ったバタバタが起こってしまうわけですね、予測の。一方で、その PML の場合っていうのは、そのあらゆる予測に対してですね、何かしらの確率を普通は振ってるので、何かですね、レアイベントが起こったら、じゃあそこのレアイベントの確率をもう少し上げて、今後は調整していきますね、という形で、滑らかに、この軌道修正を行っていくと。だからこういうバタバタが起こりにくいというような構造をしているということですね。これがですね、このプログレッシブマシンラーニングの一番強みになってきます。不確実性をちゃんと考えることができると。人間にとってはこれが安心感につながると。それで先ほど言った解釈性もあるので、信頼ができていて、しかも説明可能な AI というのが、この技術に応じて実現するということになるわけです。かね。ということで、まとめるとですね、既存の機械学習っていうのは、データにフィットするような、まずファンクション、関数を見つけてきますと。そして、その中で一番可能性の高い未来にオールベットするというような、解釈は不能なブラックボックスなシステム。これが既存の機械学習です。それに対して、この PML というのは、データの背後にある構造をまず理解して、それをモデル化する。そして、あらゆる可能性を考慮した上で、すべての予測に対して分散投資するようなイメージですよね。ちゃんと他の可能性もしっかりと織り込んだ上で予測を行うと。そして解釈が可能なホワイトボックスであると。このような違いがあるということです。で、改めてですね、僕らがそのアーティフィシャルインテリジェンスですね。いわゆる人工知能という言葉に対してですね、期待していたものって何だったんだろうということを考えてみると、それって多分、このブラックボックスにですね、なんかよくわかんないけど予測をバンバン吐き出してくるような、ものじゃなかったんじゃないのと。そうじゃなくて、しっかりとですね、世界を理解して、で、僕らに対して何かしら有益なサジェスチョンをしてくれるような機械と。これが AI だったんじゃないのっていうのを、表現したのがですね、この2021年のですね、ジョッシュっていう、これも有名な AI の研究者が言った言葉なんですけど、インテリジェンスっていうのは、パターンレコグニッションとかですね、ファンクションアプロキシメーション、要はフィッティングですよね。フィッティングじゃないよねと。そうじゃなくて、世界をモデル化して、理解して、そしてそこから洞察を得ることじゃないのと。このような言葉として表現されているということです。いいですかね。はい。OK。じゃあ、PML、いいのは分かったよと。で、どうやって使っていくのというのが、難しいわけですね。で、具体的にですね、ちょっとこのモデリングっていうのはですね、なんかここで説明するのは非常に難しいので、一応モデリングは置いておいてですね、どのように PML が学習していくのかっていうですね、違いをですね、少し説明してみたいと思います。これはですね、端的に言うとですね、ベイズ学習というのを使います。これ統計学の授業でですね、習ったことがある方は、ベイズねというふうに分かるわけですが、ちょっと知らない方もいると思うので、簡単にですね、ここでよく使う、ベイズの定理について説明をしておきたいと思います。
で、今ですね、この X と Y という変数を考えます。これ、それぞれですね、大阪の天気と東京の天気に対応しています。で、天気の種類っていうのは、大きく3つあって、1つが雨、2つ目が曇り、そして3つ目が晴れです。で、確率の計算慣れてなくてもですね、実は確率の計算ってめちゃくちゃ単純で、ここにですね、There are two simple rules って書いてますが、スライドに。これだけです。で、1つ目はどういうものかっていうと、この P、X イコールサニー。これは大阪が晴れの確率はっていうことを書いてます。大阪の晴れの確率ってどうやって計算すればいいのっていうと、この右辺見ていくと、大阪が晴れで、かつ東京が雨の時の確率と、大阪が晴れで、東京が曇りの時の確率と。そして、大阪が晴れで、東京が晴れの確率と。この3つの確率を合計した確率の足し算として表現できるよと。これが確率の計算の方法ですよということです。で、この右側にあるなんとかかつなんとかっていうのは同時確率というふうに呼ばれています。なので、ここで書かれていることをまとめると、確率っていうのは同時確率っていうのを足し上げたものとして計算できますよって言ってるのが、ここの1つ目のルールです。すごい単純ですよね。で、2つ目は何かっていうと、こっちですね。今勉強したこの同時確率が書いてます。大阪が晴れ、かつ東京が雨の確率っていうのは、大阪が晴れであるということを知った状態で、東京が雨の確率。ここのバーはですね、条件を示しています。大阪が晴れということを知った条件のもとで、東京が雨の確率はいくらいくらですよ、かける、大阪が晴れの確率というのをかけています。なので、これはですね、条件付き確率というふうに呼ばれているので、同時確率っていうのは、条件付き確率にその条件の確率をかけたものと。こうやって計算できますよっていうのが、2つ目のルールです。こっちもすごく単純なルールですよね。で、この2つのルールを組み合わせたものが、この一番スライドの下に書いてあるベイズの定理と呼ばれているものです。これも端的に言うとですね、この条件付き確率っていうのは、条件が入れ替わった条件付き確率から計算できますよということです。これどういうことかっていうと、大阪の天気を知った状態での東京の天気の確率っていうのを知りたいですっていうときには、なぜかですね、東京の天気を知った状態での大阪の天気の確率というものをうまく計算してあげると、なぜか大阪の天気をしたときの東京の天気の確率が出てきますよということです。これちょっと直感に反するわけですよね。なんで大阪の天気を知った状態の時の条件付きの確率が東京の条件付き確率が出てくるんだと。すごい直感に反する関係式なわけですが、これが今勉強してきたですね、2つのルールから簡単に出てきます。で、ちょっと皆さん後でですね、ぜひ、ちょっと私が詐欺してないかどうかですね、確かめてほしいんですが、一旦はですね、ここで導出したものがを信じてですね、先に進んでいきたいと思います。これを使うと簡単にですね、PML の学習を理解することができます。はい。ということで、これを機械学習に応用したのがですね、この次の式です。具体的に何をやってるかっていうと、まず大阪の天気だった X っていうのをデータに置き換えてあげます。で、2つ目に東京の天気と Y って書かれていたものを、そのモデルの部品であるパラメータっていうものですね。これセータと読むんですが、パラメータセータというものに置き換えてあげますと。で、最後に全てのものを、今僕らが確率モデリングしてきたこのモデルというものに、条件付けて書き換えてあげると、このような式を書くことができますと。で、これが何を言っているかということなんですが、まずですね、この右側にある緑色のこの P セータバー M って書いてある。これに注目してください。これは何を言っているかっていうと、まだ僕らはデータを学習してませんよと。でそのもとで、まず何かモデルを作ると。つまり、このデータっていうのはどういう挙動をしているのかなと。どういう構造をしているのか、どういう現象なのかっていうのを、まず数学的に書いてみましょうと。で、大体その時の部品っていうのはこのぐらいの値を取ってるんじゃないのと。これを示しているのが、ここの P セータバー M と書いている部分です。要は、当てずっぽうに適当に決めてる数字ですね。これがまずありますと。これがモデル作った段階で僕らが決めておくべき数字です。そして、この後にですね、ここに黒字の D っていうのが2つ出てきてますよね。これは何言ってるかっていうと、データをこれから学習しますよって言ってるわけです。で、モデルを作ってデータを学習しますよと。で、その結果、左辺のですね、P セータのバー DM というのが出てくると。これは何かっていうと、データの条件付き確率なので、
で、データを学習した後にパラメータが大体このぐらいの値取ってますよと。この値っていうのは確率なんですけど、このパラメータの確率がこのぐらいになりますよということをやっていると。このようにですね、モデルの部品をデータを通じてチューンアップしてあげると。これが、この PML でやってる学習です。いいですかね。これなんかちょっとよくわかんないなって人は、例えばなんかこう車両の設計やりますよっていうときに、そのモデルの部品として、エンジンとかブレーキの数字をこう変えていかなきゃいけないということをやっていると。最適化していこうということを考えているときに、試験走行してデータを取って、その試験走行データに応じてエンジンとかブレーキをチューニングしていくと。このようなイメージを持っていただくと分かりやすいかもしれません。いいですかね。最初に適当な数字を与えて、データを食わせて、そしてその部品の値をチューンアップしていくと。これが一連の学習という作業です。いいですかね。はい。で、重要なことは何かっていうと、モデル自体をデータにフィットさせようとは誰もしてないっていうことですね。そうじゃなくて、モデルをまず事前にモデリングしておいて、で、モデルがうまくデータを説明できるように、モデルの部品をチューニングしているだけです。なので、このデータに何かを当てはめようとはしていないと。ここが非常に既存の機械学習と違うところです。ですかね。そして、ここでですね、チューニングした部品を使ってあげると、このスライドの一番下側にある予測に簡単に応用することができます。ここにですね、この積分の記号が入ってるんですね。これちょっと何かっていうと、要は、すべての可能性を考えますよと、すべての可能性を織り込みますよマークと思ってください。いいですかね。今、チューニングした部品の確率すべての可能性をちゃんと考えた上で予測を行いますよっていうのが、ここで書いているこの積分の数式の意味です。なので、さっきのですね、既存の機械学習のように、ある特定の確率にすべてをオールベットしていくということはやりません。すべての可能性を考えて、それを等しく、確率の意味で等しく考えて予測を行っていくと。これが PML がやっていることということですね。ここではすごいコンセプチュアルな話が多くので、ちょっとふわふわしてるなと思うんですけど、興味の持った方はですね、ぜひ自分でいろいろ勉強していただきたいんですが、ここではちょっと先に進んでいきますね。では、この PML がですね、何に使えるのかというのをちょっと見ていきたいと思います。で、さっき言ったようにですね、これもうすでに構造を教え込ませているので、データが少なくてもしっかりと動いてくれるっていうのが PML の利点です。が、実はですね、同時にパラメータがすごく多いケースでも能力を発揮するということが知られています。というのもですね、さっき言ったように PML っていうのはデータにフィットさせようとはしないんですよね。で、かつ不確実性をちゃんと考えているフレームワークですから、過学習が起こらないのが最大の利点なんです。つまり、過学習というのは何かっていうと、目の前のデータにですね、すごくちょっと意識を向けすぎてですね、フィットさせすぎて、未知のデータが来たときに全然対応できないと。これをオーバーフィッティング、過学習というんですね。で、これ、よく機械学習で、起こる問題で、これを回避するためにいろんな涙ぐましい努力が行われているんですが、PML ではそもそもこの過学習が起こらない。なぜならフィッティングしてないからというのが最大の利点になります。で、例えばですね、最近流行しているチャット GPT ですね、実はですね、このモデルパラメータ数がですね、なんと3500億個あるというふうに言われています。3500億個もですね、パラメータがあるので、簡単なですね、データを使ってあげると、すぐに過学習に陥ることが知られています。で、じゃあ、チャット GPT はどういうふうにしてですね、この過学習を回避しているかっていうと、とにかく膨大なデータを読み込ませることで、この過学習というものに対応しています。すごくこれって原始的な物量作戦なわけですよね。パラメータが多すぎるので、とにかくデータをもっと大きくしよう。こういう発想なわけですよね。でも、あんまりスマートなやり方じゃない。で、少なくとも PML っていうのは、そんな膨大なデータを持ってこなくても、そもそもオーバーフィッティングしないので問題ないんだということです。気にしなくていいわけですね。ということもあってですね、実はこの生成系 AI とですね、この PML めちゃくちゃ相性がいいです。で、残念ながら今言ったですね、チャット GPT ですね、まだその原始的な物量作戦やってるので、PML では動いてないんですが、実はこの同じオープン AI ですね、が作っている画像生成系の DALL-E 2っていうのがあります。この DALL-E 2ですね、拡散モデルっていうモデルが裏側にあって、これは PML です。なので、相性がいいことが明らかなわけですね。で、なんでこの DALL-E 2が PML で動いているかっていうと、パラメータ数がやっぱり120億とめちゃくちゃ多いからですね。で、
幸いなことにですね、多分、そのチャット GPT みたいなですね、言語データっていうのは、多分、たくさんあるんですよね、食べさせるデータが。なので、この古典的な物量作戦でですね、エイヤでやってしまっても、多分問題がない分野なのかもしれないです。ただ、言語系の問題であったとしても、例えば新しい言葉が出てきたりとか、あとは小規模言語で言語話者がどんどん少なくなっているような言語で同じようなことをやろうと思うと、早晩ですね、食べさせるデータがなくなってしまうので、やはりオーバーフィッティングしてしまう可能性というのはあると。いうことを考えるとですね、しかし将来的にはこの PML を使った方が相性はいいだろうということが、予想されます。はい。ではですね、最後に、今後の展望ということでお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、繰り返しになるんですけど、この PML のですね、最大の特徴っていうのは、解釈性であるとか、不確実性というのをちゃんと考慮できるということですね。これはもうそもそも既存の機械学習にあまりない利点ということで、ここはもう最大限、これから享受していくことができるだろうということです。そして、さらにですね、今、我々ビッグデータ時代に生きていると言われているので、このビッグデータ時代ということにおける、この PML の位置づけということで、2つ、議論をさせていただこうと思うんですが、1つはですね、今、話があった生成系 AI に代表されますように、モデルのパラメータ数っていうのがですね、データの対比でですね、爆発的に今増加している時代です。モデルのパラメータを増やすことはデータを増やすことに比べてかなり楽なので、そういう意味ではですね、明らかかなと思うんですが、なので、パラメータ対比で見ていくと、ビッグデータがどんどんビッグじゃなくなっていっているような時代であるということが、今言えると思います。で、このような環境では、やはりこの科学習っていうのをいかに引き起こさないかということが意識として重要であって、で、そもそもこの科学習を引き起こさないという意味で、この PML というのはとても重要な役割を果たすことになるのかなと思います。で、もう一つはですね、予測のパーソナライゼーションというふうに呼ばれている問題です。今後ですね、AI がどのように使われていくのかということをですね、考えてみると、一つはこの個別化医療であるとか、もう一つですね、〇〇銀行の言語モデルを作りたいみたいな形でですね、どんどんオーダーメイド化していくということをやっています。で、このような個別化を進めていくとですね、このデータのサイズっていうのが激減するんですね。どういうことかっていうと、例えば、もともとですね、データの数が1000万ぐらいあるですね、人間に関するデータがあるとしましょう。ただ、この中で銀行セクターに勤めている年収いくらの30代の男性もしくは女性のデータといった形でターゲットを絞り込むとですね、それだけでデータの数が1000分の1とか5000分の1とかいうふうにですね、ガクッと減っていってしまうわけですよね。で、仮にサンプルサイズさっき言った1000万あったとしても、5000分の1まで減ったら2000しかないので、もはやビッグデータでも全然ないということになってしまう。このような環境ではですね、スモールデータでもちゃんと機能するようなモデリングでですね、うまく情報保管できるようなこの PML という技術がとても重要になっていくということが予想されると考えております。以上でですね、私からの発表を終わらせていただきます。ぜひ興味のある方はですね、この PML しっかりとですね、これから勉強していただければいいと思いますし、興味のある方は私にコンタクトしていただければと思います。本日はありがとうございました。はい、山田さん、ありがとうございました。実は QA から一つの質問が受け取っております。倉島さんの質問なんですけど、もしよろしければご回答いただけませんか。どうぞ。はい、すみません。そうですね。はい。すみません。はい。いえ、参加者として発言できないので、はい。私は医療における疾患の予後予測や薬剤の有効性、安全性の予測に関心を持っておりますと。その文脈で既存の有する情報では関数検知できないケースが多くあります。そのようなケースにはいろいろなモデルを活用しても既存と信頼性の高い精度を期待できないという理解でよろしいでしょうか。そうですね。はい。特に未知の要因がとても多い場合ですね、このデータに対してオーバーフィットするというのは良くないので、まずはその背後にある構造をしっかりと理解して、問題をモデル化していくことによって、この仮説検証をどんどん行っていくというのが非常に重要になってきますので、そういう意味では、この PML というのがとても重要な役割を果たすと思います。特に医療分野ではですね、不確実性というのをしっかりと理解していくことが大事なので、そのような観点からもですね、この PML 使える分野ですので、ぜひご相談いただければと思っております。